はい、皆さんお元気ですか？ということでね、今回はですね、ウルトラの方の愛車紹介をしたいと思います。車両紹介ね、誰に頼まれたわけでもないんですけども、 YouTube に出てくるのがこのウルトラの方が多いのにもかかわらず、車両紹介まだしてなかったっていうね、愛車紹介をということで、今回はようやくねウルトラの車両紹介していきたいと思います。このウルトラがですね、一応名前が FLHTCU って言いまして、エレクトラグライドウルトラクラシックっていう名前ですね。長いですね、名前が。まず名前が長い、FLHTCU エレクトラグライドウルトラクラシックっていう名前ですね。長いです。はい。でね、ウルトラのちょっと古めのやつでね、2009年モデルですね。2009年モデルのウルトラ、中古で買いました。でエンジンがですね、TC96 ですね。これね、エンジンは TC96 になっております。 1584cc 約 1600cc ですね。ヘリテージも同じね TC96 で全く同じエンジンなんですよね。これ偶然なんですけども、そのエンジンでございます。でですね、この車両を購入したのが2022年の10月ですね。10月なので約9ヶ月ぐらいですかね、今でね。もうこの夏を越して秋になりますと1年になります。早いものでございます。で、なぜまたねヘリテージクラシックがあるのになんでウルトラを買ったんですかということなんですけども、最初はねヘリテージが好きで、本当に形が好きでね、ヘリテージの愛車紹介でもねちょっとお話ししましたけども、20年ぐらい前にヘリテージを乗ってたんですよね、一時期ね。その時に、すぐ売ってしまって、20年ぶりにリターンしたということで、その時の思い出からヘリテージを買いました。そしてあちこち行ってたんですけどもね、いろんな方とツーリングも行ったりして、そんな中でツーリングモデルにね乗ってる方たちと出会いますと、楽々200キロから300キロ300キロから400キロのツーリングにね皆さん行くということで、その時にヘリテージでついていくのがツーリングモデルと比べるとやっぱりね、だいぶついていくのがしんどいなっていうので、ツーリングモデルっていいなっていう風にね、その時すっごい思ったんですよね。そういう感じでツーリングモデルに憧れが、出てきまして、さあどうしましょうということで、ヘリテージあるからなというのもあったんですけどね、それはそれでちょっと置いといて、やっぱりもう55歳56歳になってきてね、あと何年乗れるかもわからないですからね。若い人ならねこれからまだまだあれ乗ってこれ乗ってってね、いろいろやっていって夢があると思うんですけども、この年になってくるとね、これからどんだけ乗れるかなって考えた時に、もうそれならもう行っちゃえということでね、ヘリテージはあるけどもそれはそれで置いといて、ツーリングモデルも買っちゃおうかなっていうことで、そこから探し始めたんですよね。最初はね、ただねツーリングモデルの中でもまさかウルトラとは思ってなかったんですよ。ウルトラとは思ってなかった。僕ねハーレーの中で何が好きってね、この3つ目が好きなんですよね。3つのライト、もうこれがなんかザ・ハーレーみたいな感じなイメージがあるんですけど、僕の中でねそれがありまして、ヘリテージもそれ一つ、ヘリテージも3つ目なんでね、そういう感じでザ・ハーレーだなっていう感じで大好きで、その次に考えたのがですね、やっぱツーリングモデルでいうと3つ目っていうとね、ロードキングですよね。ロードキング、ポリスさんのねロードキングもありますけど、ポリススタイルのロードキングがすっごい憧れがあって、ツーリングモデル買うならロードキングかなと思って、最初ねロードキングを一生懸命探してたんですよ。探してた中でなかなかいいのがなくてね、その後ですね、ヘリテージでもお世話になってますけども、寺田モーターズにひょっこりとね、行った時にちょうど担当の方とねスタッフさんと喋ってて、どうですか、新しいの入ってきますかみたいな感じで、お話をしててね、そしたらね、なんとちょうどウルトラのね下取り車がちょうど入ってきたとこなんですよって言うてね教えてくれて、まだ店頭に並んでなかったんですけどね、倉庫の方に行ってちょっと見せてもらって、ちょっと見せてくださいって言って、それで見に行ったのがこいつなんですよ。下取りで持ってきたままのウルトラがねポンとね倉庫に置いてあって、結構ほこりかぶって、結構汚い状態やったんですけども、ウルトラ買うならもう白ってね決めてたんで、もうなんかね船のねヨットとかクルーザーみたいなイメージがあるんですね、僕の中で。でどうしてもこのね海の似合う、ここ海ですけども、今日ねリンクまで来ちゃってるんですけど、海の似合う白ということで、ヨットの似合う白、ちゃうな、
海の似合う城ということで、ウルトラなら城っていうことでね、一生懸命探してたんですけども、そしたら寺田モータースにひょっこりとね現れたんですよ、こいつがね。その時はもうすぐですね、すぐもうこれにするって言ってすぐ決めた。もう何も迷いなかったですね、その時は。なんかこれも絶対ええんだなと、巡り合わせやっていうことでね。なのでもうこれはもう言っとかなしょうがないなっていうことで、これもう買うって言って、もうその場で買う、埃だらけやけど買うって言ってね、寺田モータースのね方にお願いをしてですね、店頭に出る前にもうとりあえず抑えたっていうね1台でございます。でその後ね、1ヶ月ぐらい待ちましたかね、ピカピカにしてお渡ししますということで、寺田モーターズの社長さんも磨いてくれたらしくて、うちの社長が一生懸命磨きました言うてはりましたけども、それで1ヶ月ぐらいしちゃったらもうこの状態ですよ。もうピッカピカになってましたね。でこれでどうですかということで、そこで正式に契約っていうことでね、もう完璧ですということで、契約させてもらいました。ということで一応ね購入までの流れを説明させてもらったんですけども、どこをどういじってんのかっていうところがね皆さん気になるかと思いますんで、順番に行ってみたいと思いますけども、基本的にね前のオーナーさんがね結構いじってくれてて、そこからねいじるところがないぐらいいじってくれてはったんで、好みはねさておきですけども、いろいろいじってくれてたんで、自分でいじるとこがなかったっていうね、あんまり愛車紹介っていう感じでもないなという感じで、そこからちょっとこの前動画にも上げましたけど、このマフラーをね、変えましたんで、はい、マフラーを変えましたんで、ちょっと自分色っていうのがね出たかなっていうことで、愛車紹介をしてみようということになりました。やっとですけど、はい、じゃあちょっと前の方から行ってみましょうかね。前から行くとね特にないんですよね。このライトとかもね LED になってるんですけど、この LED も最初から前のオーナーさんがやってくれてて、ありがたいことにね。でこのブルーのライト、このパッシングランプっていうかフォグランプがブルーにしてるんですけども、これも一応レンズフィルムを上から貼っただけなんですよ。白のライトにこんな感じで、白のライトの上からレンズフィルム貼っただけでこういう感じで、やっぱりどうしてもねなんか青っていうかポリススタイルが好きなんで、ヘリテージも同じようなことしてますけど、2台ともこの青いライトにしてます。フロント周りはそんな感じかな。特に変わったあれはありません。でここに55リターンズのステッカー貼ってますけど、これど真ん中に貼ってね失敗かな思ってちょっとダサいですよね。お愛嬌ですよこれは。で続きましてどうしましょう、メーター周りいきますか。メーター周りね、このグリップもこのレバーもうメッキになってグリップも変えてあると思うんですけど、この辺はもう前のオーナーさんです。でここのグリル周りのこのメッキ、メーター周りか、メーター周りのメッキも前のオーナーさんが変えてます。でこれはもう安いねバッグを Amazon で買いました。やっぱりここにないとちょっと不便かなっていうんでね、ここにつけてます。これ5000円ぐらいやったんちゃうかな。Amazon で安いの買いました。で反対側にクワッドロックね、これスマホホルダーつけてます。でこれが、一応スマホをぶら下げるちょっとスマホのストラップ、これで一応ね走るときは止めてます。なんでかっていうと、前にこれ止めたつもりがちゃんとはまってなくて落ちたんですよ。その時にちょうどこれをしてたからね下まで落ちなかったけど、ちょっと一瞬焦りましたね。はまってると思ったらはまってなかったっていうね。それとかこの辺のネジが緩んできて、もしかしたらポロンと落ちるんちゃうかなっていうところも気にして走る時はこれはつけてます。はい、そんな感じ。僕がやったのはスマホホルダーぐらいです。で続きましてエンジン周りがこれが、エアクリーナー変えてますね。これも前のオーナーさんですね。これが何のメーカーかちょっと僕には分からないんですけども、昔流行ったやつや言うて、寺田モータースの方は言ってました。これもこのままでいいかなっていう感じですよね。であとインジェクションチューニングしてあって、一応ね800回転ぐらいまで、アイドリングが低い状態になってます。でサンダーマックスを使ってるって言ってたかな。多分結構3拍子的な音で、自分的には気に入ってます。はい、はい、で次ステップが変わっています。この鉄板みたいなやつの柄のやつにステップボードとかね、このブレーキのペダルとか、反対側もそうですけど、
こっちもね全部変わってます。鉄板のやつがいいのか悪いのかまた飽きたらね変えようかなとかいろいろ思いますけど。であと僕がとかつけたこれやね、ハイウェイペグ。これも Amazon かどっかで安いやつですけど、ちょっと大きめのやつにねしてます。7000円ぐらいやったかなAmazon かどっか Amazon やったと思います確か。でこれも、ついてなかったんで、これは僕がつけましたね。一番定番の、パッセンジャーボードのカバー、メッキの分ね。はい、これは自分でつけました。でこの横についてるのがドリンクホルダー。これも Amazon。これなかなか網でねダサいんですけど、ここにつけてるとね熱風が全部いくから、ポカリでも何でもめちゃくちゃ熱なるっていうね。これがええのかどうか分かりませんけども、一応もうとりあえずのやつでつけたらもうそのままずっと使ってます。どうなんですかね、本当はメーターの周りにねハンドルのところにここら辺につけるのがいいんですかね。なんとなくこっちにつけてます。一応この何ですかね、ここについてるこのレールなんていうんでしたっけ、このレールも前のオーナーさんがつけてくれてますね。はい、これついてるとねなんかちょっといいですよね、雰囲気が。はい、であとはこれか、このアンテナちゃうわ、この旗なんていうの、フラッグポール。このフラッグポールは東久留米さん、ハーレーダビッドソンの東久留米さんのセールで買いました。これ1万円ぐらいやったかな。結構安くなってましたよ。このちょっとちっちゃめの可愛いでしょ、これちっちゃめの可愛い、これはインターネットで作りました。自分でねデザインをこのサイトの方に渡したら、こんな風にねちっちゃいフラッグ作ってくれますんで、これも4000円ぐらいだったかな。4000円ぐらいでまあこんなんちょっとシャレで作りました。自分のねインスタのよろしくお願いします。55リターンズです。大阪ジャパンです。はい、Say hello to 55リターンズって書いてますね。55リターンズよろしくねっていうことで、こんな感じで作ってます。そしてこの間つけたのがこれマフラーね。この動画の多分1個前の動画がこれの交換してる時のマフラー交換しましたっていう動画がありますから、またそちらの方も見ていただいたらいいかなと思います。あ、それとこれやな、これがこの旗と同じところで、これねネットで調べてもらったら、一応概要欄に貼っときますか。概要欄に貼っときましょう、そのリンクはね。はい、これのナンバーとかこういう旗とか作ってくれるところありますんで、知ってる方も多いと思いますけどね。これバイク用のサイズで作ってもらうとちょうどここにはまりましたね。はい、こんな感じで、はい、55リターンズどんだけ好きやねんっていう感じやけど、後ろぐるっと回って、あとはもう何もないな。そんなもんですか。そんなもんですね。はい、いじってるところというのはそんなもんですね。あとこのエンジンガード、前のエンジンガードの下にこれつけてます。ということでカスタムしてるところはだいたいそんな感じです。あんまりないでしょ。ほとんどノーマルなんですよね。それと前にね、前のオーナーさんが結構変えてくれてたんで、あんまり変えるとこありませんけども、それなりにねまとまってますよね。押さえるとこ押さえてはるっていうか、グリップとかね、あとフットボードとか、その辺がもう変わっちゃってるんで、ウルトラですからね、もう別に遠くへ行くために買ったっていうか、ツーリングに行くために買ったっていうようなバイクなんで、あんまりねいじるつもりはありません。で走行距離がね4万ぐらい走ってるんですよ。これ3万6000キロやったかな。3万6000キロぐらいで買いまして、今もう4万キロ超えてるんで、超えたとこか、この前ねオイル交換したんで4万キロ超えてますからね。あと何年乗るかなっていうところも考えるとね、ちょっとまだわからないです。いろいろメンテナンスしてね、これからずーっと乗るかもしれないし、ちょっとねいいのが他に出会いがまたあれば乗り換えちゃうかもしれません。とりあえず今年の夏はこのウルトラでブルースカイヘブンね、富士山まで行こうと思ってます。はい、行こうと思ってますね。また見かけたらね声かけていただいたら嬉しいなと思います。はい、この旗つけてるやつおったみたいな、これ見たことあんぞ YouTube でみたいなね感じで、声かけていただけたら嬉しいかなと思います。はい、こんなもんでよろしいでしょうか。なんかちょっと抜けてるような気しますけど、
またね、なんか知りたいことあったらコメントいただければお答えしますんで。あとちょっとあれやね、まあ普通にウルトラの説明をすると、一応ウルトラまあ乗ってるんですけど、ウルトラはもうクルーズコントロール、今ヘリテージでもついてますよね、今のやつはね。新しい車種はもうみんな全部ついてますけど、クルーズコントロールがついてるのがすごい楽です。あとウルトラでいうとこのスピーカーから音が出るっていうね、これは4スピーカーですけどね、これでも十分もういい感じで快適にツーリングさせてもらってます。そして後ろのこれ今ちょっと開けてみましょうか。これ開けてはちょっと中汚いですけどね、一応こういう感じで、ヘルメットが2個入るっていうね、ちょうどなかなかの容量ですね。ここもまあまあ深いんですけど、こういう感じでね深いんですけど、こっちもね蓋の方にも深さがあるんで、こういう感じでこれでヘルメットの2個が余裕で入るっていうねことですんで、1人で乗ってたらお土産なんぼ買っても余裕ですよっていう感じです。はい。であとこの横とね、横のバッグも大きいですから、これ2つありますから、これ今ここに何入ってる？これここに今工具一応入れてますね。工具とレインウェアですね入れてます。これが左右ありますから、この1、2、3個もね箱があるっていう、物入れがあるっていうね、これがもうねなんと快適。はい。そして走ってるとまあ疲れない。ちょっとねヘリテージくんかわいそうなんですけどね、比べるとねかわいそうなんですけどね、全然ね違うんですよ、乗り心地が。400キロ走っても600キロ走ってもそんなにね、お尻痛くなったりちょっとしますけど、まあまあ全然疲れないですね。走ってる分には。ただ取り回しはさすがにね400キロありますから、この前もちょっとこかしましたけど、こかした動画もあるんでよかったら見てください。はい。走ってるともう快適ですよね。でやっぱりこのカウルとこのカウルなんていうフェアリングっていうんか、ロアフェアリング、これでねもう本当に風をねなんていうかな受けない、前から。だからある意味ねちょっと大げさに言うとオープンカーに乗ってるぐらいの感じですよね。オープンカーに乗ってるぐらいの感覚で乗れます。雨が降ってもねもうこんだけこうなんていうかな、こう風をこう言ってくれるんで、体にほとんどね雨を受けない。もちろん走ってる時だけの話ですよ。はい。走ってる時はもう風を受けないっていうね、雨も受けないっていう、なんて快適なバイクなんだっていう。何がどうってただ重さだけです。ただ重さだけ。これになれれば別にあと何不自由することはございません。これバックギアもついていませんけど、今のところ困ったことは一回もありません。バイクを置く場所だけをちょっと事前にちょっと地形、一旦停止してから、慎重に止め場所を探すと、ここ止めて大丈夫かなっていうことですね。それだけしとけば別にまたがってバックなんかは全然できますから、前後はね。最近はちょっと取り回しをバイクに乗らずにね、バイクの横に立ってやるようにちょっと練習はしてるんですけども、いろいろ練習しとかんとね、状況に応じて、このウルトラに見合ったね、ライダーになりたいなというふうに思ってますんで、この前もちょっと身の丈に合ったバイクに乗りなさいってね、リスナーさんから、視聴者さんからちょっとお叱りを受けましたんでバイク公開した時にね、身の丈に合ったバイクを乗るべきだって言ってね言われたのもありますから、はい、その辺は自分が身の丈このバイクに合うように自分が成長するっていうね、今からでも成長できると思うんで、はい、そういう感じで乗っていきたいと思ってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ウルトラですね、ウルトラクラシックのご紹介でした。ということで、もしこの動画がまた良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。